本動画では、ロボットを制御するロボットトランスポートコントローラーの規定タブからリンクデフォルツタブまでの機能について説明します。まずはじめに、レイアウトを作成します。E カタログウィンドウ、タイプ別モデル、ロボッツ、ビジュアルコンポーネンツから、ジェネリックアティキュレーテッドロボットを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。タイプ別モデル、PM トランスポートコントローラーズから、ロボットトランスポートコントローラーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。マニピュレーション、PNP を選択した状態で、ジェネリックアティキュレーテッドロボットをドラッグして、ロボットトランスポートコントローラーの上に移動させ、接続します。タイプ別モデル、PM フローコンポーネンツからフィーダープロセスと、シンクプロセスを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。プロセスフローを作成します。プロセスタブ、エディター、フローをクリックします。ロボットトランスポートコントローラー上のひし形アイコンをクリックし、フィーダーのプロセスラベル、シンクのプロセスラベルと順にクリックします。シミュレーションを再生します。ロボットが製品を輸送します。これでレイアウトを作成できました。規定タブのプロパティについて説明します。ロボットトランスポートコントローラーをクリックし、コンポーネントプロパティウィンドウ、規定タブを表示します。コンフィギュレーションは、接続しているロボットのアームの挙動を定義します。リストの内容は、ロボットの種類によって異なります。ルックスは、コントローラーの外見を定義します。外見が変わるだけなので、コントローラーの機能には影響ありません。ペデストルダイヤメーターは、コントローラーの幅、長さ、直径を定義します。ルックス同様、コントローラーの機能には影響ありません。ペデストルハイトは、コントローラーの高さを定義します。コントローラーの高さが変化すると、接続しているロボットの高さも変化するため、この値の変更はロボットの稼働範囲に影響します。ビジュアライズステートカラーは、接続しているロボットの現在の状態に応じて、コントローラーの色を変化させる機能です。この機能を有効にして、シミュレーションを再生します。コントローラーの色が、ロボットの作業状態の時と待機状態の時で変わります。規定タブの説明は以上になります。次に、スピーズタブについて説明します。スピーズタブは、接続しているロボットのアームの回転速度などを定義します。各プロパティについて説明します。Enable は、コントローラーの設定をロボットに反映するかの設定です。Enable が無効の場合、ロボットの設定に従って動作します。Enable が有効の場合、ロボットの設定をコントローラーのスピーズタブのプロパティで上書きします。ジョイントフォースとジョイントスピードはコントローラーのみの設定なため、ロボットの設定に上書きはされません。Enable を有効にすると、設定を上書きするため、再度無効にした場合でも、ロボットの設定は Enable を有効にする前には戻りません。ジョイントフォースは、ロボットトランスポートコントローラー上部に接続されているロボットコンポーネントで定義された最大関節加速度及び最大減速度に対する各軸補完動作の加速度及び減速度をパーセンテージで定義します。ジョイントスピードはロボットトランスポートコントローラー上部に接続されているロボットコンポーネントで定義された最大ジョイント速度に対する各軸補完動作速度をパーセンテージで定義します。アンギュラー ACC は直線補完動作の角加速度、減速度を定義します。アンギュラースピードは
直線補完動作の各速度を定義します。カーテシアン ACC は直線補完動作の加速度、減速度を定義します。カーテシアンスピードは直線補完動作の速度を定義します。これらの値を変更し、ロボットの設定に上書きされることを確認します。イネーブルド以外のプロパティを任意の値で設定し、シミュレーションを再生します。今回はジョイントフォースから1、2、3、4、5、6と設定しています。シミュレーションを停止します。プログラムタブをクリックし、ロボットトランスポートコントローラーをクリックします。プログラムエディターウィンドウ、VC ヘルパージョイントムーブをクリックし、PTP を選択して、ステートメントプロパティウィンドウを表示します。ジョイントスピードやジョイントフォースの値が先ほど任意で設定した値になっていることがわかります。プログラムエディターウィンドウ、VC ヘルパーリニアームーブをクリックし、LIN を選択して、ステートメントプロパティウィンドウを表示します。マックススピード、アクセラレーション、ディーセラレーション、マックスアンギュラースピード、アンギュラーアクセラレーション、アンギュラーディーセラレーションの値が先ほど任意で設定した値になっていることがわかります。これらの値が上書きされることで、シミュレーションを再生した際のロボットのアーム速度が変わります。スピーズタブの説明は以上になります。オートホーミングタブについて説明します。オートホーミングタブは、オートホーミング機能の設定を定義するタブです。オートホーミング機能は、接続しているロボットが何もタスクを割り当てられていないアイドリング状態が続いたとき、定義したホームポジションへ自動的に移動するようにする機能です。ホームポジションは、ロボットのサブプログラムに、ホームというプログラム名で定義されます。イネーブルにチェックを入れて、シミュレーションを再生します。何もタスクがないアイドリング状態が続く場合に、ロボットがシミュレーション開始時の位置に移動しているのがわかります。シミュレーションを停止して、プログラムタブをクリックし、ジェネリックアーティキュラテッドロボットをクリックします。ホームプログラムを選択します。オートホーミング機能が有効で、かつホームプログラムに何も記述されていない場合、シミュレーション開始時の位置へ移動します。ホームプログラムに記述がある場合は、記述された位置にロボットが移動します。オートホーミングタブに戻ります。エネーブルはオートホーミング機能を有効にするかの設定です。ディレイはロボットがアイドリング状態になってからホームポジションへ移動開始するまでの待機時間を定義します。待機時間中にロボットがアイドリング状態ではなくなった場合、ホームポジションへの移動は行われません。オートホーミングタブの説明は以上になります。リンクデフォルツタブについて説明します。このタブはトランスポートリンクのプロパティにあるユーズカスタムパラメーターズが無効になっているときに使用する輸送タスク時のロボットの設定を定義します。これ以外の値をロボットに定義したい場合は、トランスポートリンクのプロパティにあるユーズカスタムパラメーターズを有効にして、トランスポートリンクで値を定義します。各プロパティの詳細な説明は、トランスポートリンクの説明で行います。リンクデフォルツタブの説明は以上になります。以上で、ロボットトランスポートコントローラーの規定タブからリンクデフォルツタブまでの機能についての説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。